腐女子がいると聞いて驚いた作品。ポピーザパフォーマー。あのカオスアニメで衝撃的だわ。ポピーすごくわかるけど実際に書いてくれる人が存在するとは思わなかった。気になる。ポピーわかるのか、どのあたりがツボをつくのか教えていただきたい。とっとこハム太郎、マジでびっくりした。びっくりした。ハム太郎、想像力豊かだな。前にネットで見た少年の日の思い出、国語の教科書のやつ。僕×エーミールとかはまだわかるんだけど、クジャクヤママユ×エーミール、通称クジャエミ、割り替えが追いつかなかったよさすがに。E テレの幼児番組、マジかってなった。サボさん×コッシーは見つけたことある。スイちゃんどうしたらいいんだ。どこか都合よく屋外ロケ行かされてそう。ビー玉ビースケと黒の王子とか。ビー玉だよね。ストーリー性が良いのではないかと。王子っていうワードに刺激されたんだね。ポケモンにはびっくりした。ポケモン派生のポケスケとかめっちゃいるよ。キャラがみんな濃いから。20年くらい前に新聞に載ったよね。ピカチュウのやつ、相手何のポケモンだか忘れたけど。カイジがその界隈で人気なのは驚いた。以前まさかカイジにそれはないだろうとくくったら棒界やら宴会やら出てきて軽くめまいした。誰これってなるアボが短くなった美少年みたいなやつもあるけど、びっくりするほどそっくりな絵柄もあるよね。あるある。美化されてあんた誰だよって絵も多いけどそっくりな福本絵を描く人いるよね。福本家はガチ。トーマスとトップハムハット今日の関係が燃えるとか言ってて引いた。トーマスとゴードンとかならまだわからなくもないけどトーマスとトップハムハット今日は草。ギャグマンダビより。そんな目で見たことなかった。私だ。これはメジャー。松尾芭蕉と空、聖徳太子と小野の妹子シリーズが途中からぱったりでなくなってしまったのは、作者が腐女子に変なもの書かれてるの知って嫌になったのかなと思った。ピクシブでたまたま見た宇宙兄弟のはびっくりしたな。腐女子だけど宇宙兄弟は考えなかった。でも確かに男同士の絆が強いんだからあっても不思議はない。私が初めて BL 見たのはスラムダンクのだったな。ちなみにルカワと桜木だったわ。まああれはほぼ男子しか出てこないから格好の餌食だったんだろうなぁと今となって思う。西遊記、当時の自分からしたらかっこいいにっちゃんたちの珍道中だったんだ。漫画版読んだらまあそういう人気あるのもわかるけどアニメ版だけ見たら普通の冒険探だからな。映画泥棒をピクシブで見た時は驚いた。あれに燃えるとかあるのか。見かけたことある。被り物や擬人化とスーツは萌えで女子の大好物だぞ。映画泥棒の不ジャンルもバリバリあります。腐女子は文房具でもカップルが作れると聞いてからターゲットにならない作品はないと思っている。マジで資格ないよ。テトリスでも燃えてたし家電も得意。はんぺんとちくわを見たことがある。見なかったことにした。サザエさん。誰と誰？中島×カツオとか、アナボ×マスオとか。お茶吹いた、アナボとマスオ。中高生設定にしていくらかけるたらあった。鬼滅はあるとは思ってたけどカップリングが意外だった。義勇と炭治郎とかかなと思ったら宇髄と善一とは書いてた側ですが、サイボーグクロちゃんのクロちゃん×ミーくん。普通だと思うんだけど言うとびっくりされる。トランスフォーマー。知ってドン引きした。しかも擬人化じゃなくてロボのままなのね。ガシャガシャうるさそうだな。リラックマ。どこをどうとってそんなことになるんだ。筋肉マン。ツイッターでラーメンマンが顔を絡めながら体触られてる見てしまって真顔になった。アンダーテイル、骨だぜ。けど外国ではめちゃくちゃ人気あるらしい。彼らは世界で一番薄い本に載ってる骨だよ。動物のお医者さんのハムテルと二階堂も。これは納得が過ぎる。見たことはないけど普通にあるだろうね。アンパンマン。ごめん。アンパン×バイキンと食パン×カレーで本作ったことある。本当にごめん。メロンパンナとロールパンナを軟体化させて兄弟もの書いたことあるわ。1歳から大好きなアンパンマンをそんな目で見るなんてできない。稲妻イレブン、子供向けのアニメなのに。子供向けかどうかなんてマジで負の方々には関係ないからな。今じゃ代名詞みたいだけど忍たま乱太郎も最初はびっくりしたよ。エンディングで子供の落書きと混じって妙にうまいイラストが紹介されてるのが印象に残ってた。腐女子の離乳食って言われてるくらい、ここを入り口に負の世界に落ちてく人も多いらしいよ。大人同士ならまだわからないこともないけど土井先生×きり丸みたいな関係で腐ってほしくない。忍たまは卒業したらそれぞれ違うお城に就職して敵同士になるかもしれない。そういう切ない事情も腐女子を高まらせる要因だと思う。一休さんと新右衛門さん。土井先生ときり丸もそうだけどこういう子供と大人のは嫌悪感あるな。
おそ松さん、初期はほんとびっくりした。みんな同じ顔なのに。むしろ同じ顔ってところが萌えポイントだと思う。声優が声優だからね。みんな腐ったお友達ホイホイの人たちですし。私はこのアニメを見てる人は8割は腐女子だと思ってる。人生狂わされた。リメンバーミー、天下のディズニーだぜ。骨だぜ。ミッキーとドナルドのそういう作品があると知った時びっくりした。意外とあるのか。もはや意味がわからないぜ。クレヨンしんちゃん。うっかり読んだことある。風間くんが一途にしんちゃんに振り回されてるやつ。私もうっかり読んだことある。しんちゃん×風間くんで成長して高校生くらいのやつ。さらに切ない感じで普通に面白かった。ちびまる子ちゃん。大野くん杉山くんなんかいかにも好きそうじゃん。藤木×長沢、丸尾×花輪も見たことある。世の中にはいろんな好みがあるんだと思った。公式アニメの似顔絵のコーナーで大野くんと杉山くんのイラストの間にハート書かれてるの採用された件、界隈でかなりざわついた時あったよね。投稿する方もあれだけど載せる方もあれ。腐女子も大事な視聴者様やで。七つ風の島物語。腐女子はあらゆるものに可能性を見出す。これセガサターンのゲームの大好きだからびっくり。誰と誰のだろう。コナンも人気なんだよね。絵柄的になんか想像できなくてびっくりした。赤いアムロが出てから大きいお友達がぐっと増えた印象。現在30歳の私が小学生時代にたまたま見た BL は服部平次と新一のだったよ。警察学校メンバー出てから加速してそう。歴×のびはもはやメジャーだよね。王道だね。イケメンになったスネ夫のを見た。サウスパークもやっぱ腐女子いるんだろうな。R 指定アニメとはいえ小学生だし皆同じ顔。これのどこに BL として燃えられる要素があるんだよ。サウスパーク、東進化で検索。たくさんあるし私も一軸好んで活動してた。シティハンター。ああ、香りの兄さんの牧村がそれっぽいの見たわ。あとは、亮と海坊主、組み合わせるほど男性キャラいないけど笑い。5時から9時まで。腐女子曰く、坊主はカップリングした時に燃えるらしい。そもそもその漫画描いてる人同人描いてたよね。確かサムライトルーパーだった気が。サムライトルーパーは腐女子落ちした皇族がお忍びで同人誌会に行くくらい罪深い作品だったね。天井×床って人がいた。お互い見つめ合っても永遠に触れ合うことができない関係が尊いらしい。後浴槽かけるお湯とか。原望もあったな。想像力どうなってんだ。世界は広い。もっと視野を広くしようと思いました。正論 VS 正論の言い合いのシーンをまとめた動画があります。どちらも正しいので見応えがすごい。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。